はい、どうも、ジャルです。今週もエボにプレイ配信をしていきます。ということで、今日はですね、タイトルにある通りですね、先週の金曜日にね、急遽、紫の将軍が、限界突破ができるようになりましたというところで、それでね、結構環境というか最適解が変わったなというところがあるので、その点についてね、話をしていこうかなと思います。なんか私怪我してるんだけど、なんで？なるほど。ペソンペソンさん、こんばんは。インフルになったおかげでお久しぶりのリアタイ。いや、体を気をつけて、療養しつつ、まあでもね、昼間とかね、もしね、寝てたらね、なんか逆に夜寝れなかったりとかすると思うんで、なんというか、無理のない範囲でご覧いただけたらと思います。赤森さん、こんちゃるは、長谷川さん、こんばんは。エネゴリさん、おつちゃるの神神じゃないけれども、よろしくお願いします。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、それではね、早速ね、もうめちゃくちゃ使ってるんですけれども、よいしょ。まずはね、順番に話をしていこうかなと思います。のんのさん、こんちゃるはコメントありがとうございます。はい、どっちの方が見やすいかな。まずね、もう全然関係ないけど、やっとこそメイン四国が引けました。はい、ついにね、はい、将軍の殿堂市が全部これにて、埋まりましたということで、めちゃくちゃ酒場回しましたね。ジェムをクソ使いました。今日やっと出てくれたということで、まだね、35にしてないんで、金曜日からのね、資源還元イベントで35にしようかなと思います。さて、その話はいいとして、名称図鑑見ていきます。ただのことさん、こんちゃるはコメントありがとうございます。このね、一番下の方に行くと、なんかね、色変わってんのはおもろいんですけど、はい、ここですね。はい、紫将軍が、いる中で、スパルタカスがね、限界突破できるようになりましたということで、限界突破ができるようになったら色変わるんですね。オレンジ色になりましたということで、はい、これね、なんか知んないけど、限界突破した将軍なんかね、みんなバグってるんですよね。はい、ここ見てもらうと、歴史の名称の機械書、スパルタカスとか意味不明なこと書いてあるんですけど、はい、ね、スキル、ここちゃんと見えないんですけど、これちゃんとクリックするとね、あの文章は、説明文はちゃんと出ています。ということで、まずはスパルタカスから見ていきます。もともとはね、こいつモンスターの行軍速度が75%アップしますということで、75%アップ、ね、結構良かったんですけれども、大体ね、真田幸村をみんな使ってるかなと思いますと、やっぱモンスターデバフが強かったよねというところで、で、限界突破ができるようになったら、また話が変わってきましたということで、はい、限界突破のね、能力、どうしようかな。こっちの画面の方が見やすいか。ちょっと、はい、文字が見やすいように、ちょっと画面を切り替えました。モンスターを討伐する際に歩兵と騎兵の防御力が15%アップし、モンスター討伐時に消費するスタミナが5%ダウンします。これね、5%ダウンいいですよね。はい、スタミナダウン、スタミナの利用量が減るっていうのはね、めちゃくちゃ偉いと思ってます。個人的にね、非常に素晴らしい能力だと思う。で、モンスターを討伐する際にアイテムの2倍排出の確率が10%アップします。これもね、はい、当然のごとく素晴らしいですね。で、このこれの良いところは、メインスキルじゃ、メインスキルの、一部なので、スキルブックつけられるんですよ。スキルブックのレベル 4？ 私、持ってないからあれなんですけど、あいつ。なんか、一時的にあいつにつける。いいか。はい、スキルブックを持ってるのは、ナサニエルとかね。はい。運のスキルブックを、装備できるんですよ、スパルタカス。なので、限界突破分の10%と、この運の確率10%、18%合わせて28%アップということで、まさかのバイバルス超え。
はい、バイバルスがね、25%アップなので、なんとスパルタカス、バイバルスさんを超えてしまいましたというところで、やばいですよね。父親超えですございます、征服父。はい、あ、ボイスさん、こんにちは。はい、ということで、スパルタカスさんね、素晴らしいんですよ。スパルタカスさん、はい。で、3つ目も見てきます。モンスター討伐する際に歩兵と騎兵のモンスターが HP15 アップし、これはどうでもよくて、モンスター討伐に消費するスタミナが5%ダウンしますということで、こいつをね、星3まで限界突破をすると、モンスターの、モンスター行軍時のスタミナが10%下がって、かつ、アイテムドロップ率が10%アップ。はい、めちゃくちゃ強くないですか、これ。はい。で、このね、星4つ目と星5つ目は正直意識する必要がないかなと思います。で、これについてはね、また後で話をしていきます。はい、スパルタカスでモンハンすることないと思うんですよ。ラリー参加を考えたときにはこれは不要かなというところで、ここはね、後で、解説するので、先に進みましょう。次は、はい、日本のね、真田幸村、はい、今日最もお話ししたいのは彼なんですけど、はい、これね、またバグってるんですよ。はい、サリカ法典、ね、シェルターの担当官を務めてるバイトの、あの、レアな担当官のやつがついちゃってるんですけど、こいつ、もう、ちゃんとね、スキルを開くと、表示は、表示はバグってるけど、ちゃんとね、ここの能力は機能してるんで、ね、ご安心くださいというところ。で、もともとはね、モンスターの防御力が5%ダウン。これが強いんですよね。あの、強いボスになれば強いボスになるほど、火力と防御力がめちゃくちゃ高くて、で、防御力がね、防御力のダウンが強いボスほど効果が大きくなるんですよ。これはね、兵士のバフと一緒ですよね。兵士のバフも T1 はパーセントバフよりフラットバフの方がいいよねっていうのは、それは素のね、パラメーターが低いから。でも T14 とかはフラットバフより、パーセントバフがいいよねっていう話と似たような話で、モンスターも強くなれば強くなるほど、もともと持ってる火力とか防御力が高いんで、このデバフがね、効果が大きいですと。ということで、あの強いモンスターを倒しに行くときには、このデバフが重要で、私は真田幸村をずっとね、よく補佐官で使っていたんですよと。で、この彼がね、限界突破をしましたと。あとしょうさんこんばんは、富山さんこんばんは、コメントありがとうございます。はい、この限界突破の1個目、はい、モンスターを飛ばす際に歩兵と、火力アップはもうどうでもいいです。で、はい、こいつもね、モンスター討伐時に消費するスタミナ5%ダウン。で、2個目もアイテム2倍配数の確率が10%アップ。で、3つ目も、モンスター飛ばしのスタミナ5%ダウンということで、ここまでね、メインスキルは違うんですけども、星3までのところはスパルタカスと一緒ですというところで、はい、一緒じゃない。正確にはちょっと違うんですけど、モンスターのスタミナが10%ダウン、モンスターハントのスタミナが10%ダウンして、2倍配数が10%アップするというところで非常に素晴らしいですよね。で、さらに雪村は、モンスターの行軍速度が10%アップするというのがついてますと。ちょっとスパルタカスはね、デフォで75%ついてるんで、あっちの方がね、走るのは素晴らしいんですけども。はい。で、そこから先はね、あんまりどうでもいいかなというところ。あ、ボーイさん、オレンジ星つくのは真田君のだけかと思ってました。いや、今回ね、3人なんですよ、実は。そう、あんまり使わないからね、気づかないかなと思うんですけど、実はスパルタカスとファムーランも、つくんですよね。はい。はい、これムーランのバラード。これもね、こいつはバグってねえや。ファームーランはバグってないですね。で、ファームーランはね、これはね、初期で配られるやつだからそれで、こいつ確かなんか、初期のクエストでもらえるんですよね。だからあげたのかなっていう感じで、こいつはね、無視して OK なやつです。単純なね、え騎兵の、HP とか攻撃力とかが、アップしますよと。防御、攻撃
アップしますよみたいなことが書かれていますと。はい。なんでしょう、この初心者で開始したときに、限界突破っていう仕組みを、理解していただくのにね、ちょうどいいキャラなのかもしれないですね。はい。ただ、正直、ある程度進んだ方はね、多分ファームウーラン使わないですと。で、基本的には真田幸村とスパルタカスは、使う価値があるかなと思っていて、可能であれば、スパルタカスの方がね、多分いいんですよ。行軍速度75%アップするってすごく重要なので。のんのさん、真田神でしたね。早速、星8を3体使いました。そう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 。3つも作れたんですか？素晴らしい。はい。スパルタカスと真田幸村が、使えるんですけれども、スパルタカスみんな持ってます？ですね、これね、持ってない人が多いと思うんですよ。吉部さん、お久しぶりです。コンジャルは、真田覚醒した吉部です。おめでとうございます。真田覚醒、覚醒までさせたんですね。覚醒ってことは星5かな？はい。おすすめはね、星8で止めるとこなんですけど、そこは、全く使えないわけではないんでね。普通にバフめっちゃつくんで、偉い子なんですけれども。そうで、真田幸村と、スパルタカスの、何が違うかっていうと、両方ともね、酒場で出るんですよ。酒場で出るんで、酒場で採用、ね、して、1万ジェム払って完璧解雇すると、かけらが手に入るんで限界突破できますねというところなんですけど、真田幸村の素晴らしいところは、遺跡の報酬から出るんですよね。だからこそ、持ってる人めっちゃ多いと思うんですよね。はい。ガイウス、エルナン、コスタン、ジョン、島津、真田幸村。この辺ね、みんなめっちゃ持ってるんじゃないですか、これ。遺跡を回ってる人は、多分この辺の紫将軍が、のかけらが多分大量にあって、真田幸村とスパルタカスの大きな違いはここですね。真田幸村ならみんな、覚醒しやすいと。はい。私ね、実はルーンに変えるのとかをね、結構やってたんで、ちょっとヒドラは参加したいな。実はそんなに余ってなかったんですけれども、はい、よいしょ。もう早速ね、真田セットを今出しましたね。はい。真田幸村はね、マジで使えますんで、よいしょ。あれこれ出しちゃ、まだいいや。はい、ちょっと待ってくださいね。バイキングチャレンジ地獄なんで、お助けを要請しとこう。まだ今週はね、バイキング倒せないんで、来週なればワンチャン倒せるかもしれん。はい、さて、話が戻りまして、真田幸村は、限界突破がしやすいよっていうのが、そう、遺跡の報酬から出るから。で、なので、スパルタカスは多分持ってない人多かったんじゃないですかね。将軍枠ってめっちゃきつくなるから、もうそもそも捨ててましたという方が多いんじゃないかなと思いますと。でも、その点、真田幸村はみんな多分持ってた、1体は少なくとも持ってたと思うんですよね。で、かけらもあるというところで、こいつはね、とてもおすすめですと。で、ただのことさん、真田覚醒しても補佐官としては今まで通り基本バフだけだから、真田でモンハンしない限りスパルタさんの方が好きだから、そう、ですね、そう、そこなんですよね。そこがそう重要なポイントで、今出しちゃったな。戻ってきたら解説をしよう。まず、補佐官として、使うときには、ぶっちゃけどっちでも構わなくて、単純なラリーとかで動かすのであれば、足が速い方がいいに決まっていて、で、そうじゃなくて、ラリーのメインで使うのは、多分、結城村の方がいいですよというところをね、当ていこうかなというところで、月見さん、こんじゃるわです。スパちゃん、大事に何かを信じて取ってありました。そうなんですね。私、速攻捨てちゃったな。紫色、なるべく取ってた方ですけど、に、もう今回、ジョンビフォードもついに解雇になりましたね。ずっと初期から使っていて、
モンハンのラリーに参加させたんですけど、まあいいや、そこは置いといて、ラリーに参加するときのこれまでの最適解ですね。これまでの最適解って、バイバルス×ナサニエル・グリーンって言われてたと思うんですよ。はい。っていうのは、バイバルスはね、このメインスキルで、モンスターのダブルドロップが25%アップしますと。はい。まあ、こいつはね、これを持ってると、運のスキルが、まあ、使えないくはなっちゃうんですけども、まあ、運で18%伸ばすより、バイバルスでそもそも25%アップした方がいいよねっていうところ。で、ナサニエル・グリーンが、お供にいることで、今度はスタミナが25%ダウンしますよというところで、ダブルドロップ×スタミナダウンのコンボ、このね、組み合わせがめちゃくちゃ強かったんですよ。はい、このね、組み合わせがめちゃくちゃ強かったんですけれども、ここをね、変える可能性を秘めているのが真田幸村ですというところで、今ちょっとね、出しちゃったんで戻ってくるのを待とうかなと思うんですけど、はい、ちなみに、バイバルスと、そう、ナサニエル・グリーン、今ね、私、灰色になってるんですけど、これはね、皆さんご存知の通り、メイン将軍がね、持ってるスキルと、まあ、似たようなスキルは効果を発揮しないよというところで、まあ、私、今もうすでにバイバルスとナサニエル・グリーンの組み合わせあんま使わなくなっちゃったんで、今ね、すごく消えてるんですけど、まあ、どっちみち、行軍スピード、モンスター行軍スピード、どっちにつけようがあんま関係ないんでね、こいつ、ラリー参加専用機なので、はい、まあ別に関係ないかなという感じで、こんな組み合わせになってますと。で、後山さん、文明の旅で赤ベクト出てやったと思ったら、秘宝ボックスで確かに赤の背景でしたけど、私もそれ経験ある。そう、やったかーってなったんですけど、そう、あれね、色がね、確定演出かと思いきや違うっていうね。あれひどいよな。ボーイスさん、将軍枠が足りなくて、スパルタカス除隊しちゃったよ。いや、そんな人多いと思うんですよね。ちなみにね、数えてないんですけど、限界突破っていくつ分必要だったんだろう。高いのかな？ 16。あ、高くなさそう。ちょっと待ってよ。3から4でしょ？ 3 から4。ちょっと待ってくださいね。ちょうどブーリカが今3だったから、3から4にするときの数字が。あ、16。一緒だ、一緒だ。はい。まずこのね、限界突破の仕組みのところなんですけれども、この星をつけるため、この限界突破の星をつけるために必要な個数って、意外に数えやすくて、赤の星1個つけるためには、かけらが30個、1体分必要ですと。で、2個目のかけらをつけるためには、将軍2体分、60個のかけらが必要。3つ目は3体分の90個。4つ目は4体分の120個っていう風に、決まってるんですよ。なので、0の状態から、星をね、5つつけるためには、スター10にするためには、全部で15体分の、30×15、450の、まあ、かけらが必要ですよというところになってます。はい。なので、限界突破するためにはね、16体分、ね、同じモンスターが、同じ将軍がね、必要っていう形になっていて、私ね、1体は、星さんにできたんですけど、私ちょいちょいルーンに変えちゃってたんで、まあ、2個にしかなんなくてね、彼も、上げなきゃなっていう。もう最後だけちょっと足りてないんですよね。ちょい足りない。なんで、ここをね、ちょっとどうにか、あの酒場から出すか、遺跡からのかけらで出すかでね、2体目も完成させたいんですけれども、そろそろ帰ってくるから、そこで解説しよう。岸さん、こんばんは。先週のサーバー戦争ですが、1300台と800台のサーバーの対決でボコボコにやられました。最終的に4倍の桜井。思い返せば古いサーバーに一生もしてません。なんとかなりませんか？なりません。私も
この前のサーバー、古いサーバーに負けました。まあどうだろうな、古いサーバーもアクトが低かったりとか、ビッグプレイヤーが動かなかったらなんとかなるかもしれないけど、単純に、なんていうか仕組み上どうしようもないと思うんで、負けたら次勝ちやすい相手と当たるかもしれないなぐらいで、なんかあんまり、私結構気にしない派なんですけどなんとかならないかなって感じが、なんともはならないんじゃないかなって感じかな。月見さん、ごめんなさい。さっきの文章おかしくて消しちゃった。あ、消えたんだ。はい。なんか一瞬で読んじゃいました。スパ、スパちゃん最初からいたからなんだか読みさせられなくて、私もね、それでしばらく撮ってたんですけど、消しちゃいましたね。はい。さて、話を戻しまして、まず、真田幸村の、組み合わせで、私がね、今保存しているのは、この真田幸村がメインで、補佐官ナサニエル・グリーン。で、もう一つのね、パターンとしてあり得るのは、真田幸村がメインで補佐官バイバルス。このね、組み合わせをお勧めしたいなと思っていますと。で、これには理由があって、皆さんね、ご存知かもしれないんですけど、そう、ご存知かもしれないし、ご存知じゃない方もね、いると思うんですよ。だからそれをね、解説したいんですけれども、補佐官って限界突破のスター分が効果がない、効果が発揮されないんですよ。はい。これがね、非常にわかりやすいんで、これ見ていただこうと思うんですけど、はい。例えば、バイキングのラリーって、よいしょ。バイキングのラリーってあ、バイキングのラリーってスタミナコスト10じゃないですか。で、真田幸村で10%下がるんで、今これ9になってますよね。はい。で、バイバルスに変えると、スタミナは10のままですと。で、ここに、真田幸村つけても、スタミナ下がらないんですよ。これは、このスキルの効果発揮してないんですよね、この星がついてる。補佐官って、この真珠の効果も発揮しないし、戦力っていうかパラメーターも関係ないし、装備も関係ないんですよ。で、限界突破でつく能力も関係しないんですね。はい。でも、通常のスキルは効果を発揮するんです。はい。で、なので、真田幸村で、限界突破をさせたときには、補佐官でつけちゃいけないんですよ。真田幸村の効果を十二分に発揮させるためには、メインにつけなければいけないんです。はい。これはね、防衛官とかも一緒ですね。例えば防衛官も、私ね、今、ブーディカが上になって、シャジャルが、ついてますけど、そう、防衛官がね、チェックがしやすいんですよね。例えば、ジョージ・デューイを、メイン将軍にして、補佐官をブーディカにすると、これね、見ていただくと分かる通り、ジョージ・デューイは、星がちゃんとメインのスキルがキラキラ光って赤いスターが見えてるのに、ブーディカは、この赤いところついてないですよね。ここの表示は赤3つあるのに、このスキルが光ってないですよね。で、これ逆にしますよ。ブーディカ持ってきて、ジョージ・デューイをつける。はい。そう、この赤い、この星がついたこの限界突破によるスキルの効果は、メインは発揮するけど、補佐官だと発揮しないんですね。はい、これね、結構ご存知でない方が多いというか、私も最初の頃勘違いをしていたので、ここがね、今回最も伝えたい、注意しなければいけない点で、真田幸村は限界突破をして使うなら、必ずメイン将軍に据えた方がいいんです。じゃないと、限界突破分の効果は発揮しないですと。はい、ここがね、とても重要なところで、今回お伝えしたかった点。で、はい、とりあえずね、私、シャジャルをつけたいので、一回シャジャルつけて、川森さん、将軍枠パツパツで、引き返しも使えないから、紫将軍すべて粛清してもうた。
なんと、なんと、そうじゃなくても一応通常のね、モンハンでもね、モンスターデバフが強いんで、雪村おすすめだったんですけどね、なんと。はい。で、ということで、真田幸村の効果を発揮させたいんだったら、メインつけなければいけませんというところ。で、ちなみにね、ナサニエル・グリーンみたいな元々のメインスキルで、スタミナがダウンするやつは、ちゃんと効果を発揮するんですね。はい、なので、バイキングのラリーもスタミナ8に減ってますと。でも、真田幸村を限界突破してる星さんの真田幸村をつけても10のままですと。これは効果を発揮しないから。で、でも、ちゃんとメインに据えると効果を発揮します。ということで、10%下がって9になっている。で、それどころか、ナサニエル・グリーンさんと組み合わせると、はい、はい、合計でね、25%、35%スタミナがダウンするので、今7になってますというところで、ここがね、とてつもなく重要なポイントになっています。はい。スタミナを軽減させたい。スタミナをね、なるべく抑えたい。利用を抑えたいみたいな人。私はそのタイプなんですけど、スタミナがね、なくなるんですよ。はい。先週時点でね、いや、スタミナが残るようになってやったぜとか言ってたんですけど、もうまたね、減ってるんですよ。まあ、大体ね、2週間とかでもうスタミナが何万となくなっていくので、またスタミナが減ってますと。これね、ナサニエル・グリーン3体運用して25%とか、あと、真田幸村の覚醒分のスタミナ源を利用してもこの状態で、ナサニエル・グリーンゲットする前は、大体、資源の消費還元来る前はほぼゼロになってたんですよね、100スタミナとか。はい、これね、これでもやっと溜まるようになってきたんですよ。この100スタミナを一番ゲットする方法は資源の消費還元ですね。資源の消費還元、資源の消費還元で、だいたい100スタミナがゲットできるので、資源の消費還元の 10B を安定クリアできるようになって、かつナサニエル・グリーンが増えたことで、今こんだけね、溜まるようになったんですけれども、それまではだいたいスタミナほぼゼロに近づく生活をしてたんですよ。はい。ということで、私はね、まだスタミナがもう枯渇しかねないので、今、スタミナ優先で、この第一変態はね、このナサニエル・グリーン、真田幸村とナサニエル・グリーンのコンボで今、設定をしています。はい、ちょっと、なんかすげえいいラリーが出てるから、すげえいいラリー出てるから、これ参加させたい。ちょっと待って、ちょっと待って。GO。はい。まあまあまあ、これはいっか。まあいっか。まあちょっと解説の途中で参加できたら。はい。のんのさん、真田がメインだとラリーに乗るときでもドラゴンリーカー有効ですかね。あ、そうです。はい。のんのさんが言ってくださった通り、メイン将軍であれば、パラメーターと装備は有効だし、真珠の効果も有効です。なので、私のこの真田幸村は、はい、ドラゴンリングでね、モンスターのダブルドロップが28%増えて、かつ、えハリケーンバードで、11%上がっていますということで、あれ12%にしてなったな、11%か。はい、なので、これだけで、39%増えて、かつ、ここで49%増えて、かつ、えーっと、ナサニエル・グリーンに運をつけて、あ、こいつ運まだ5%のまんまなんだけど、何舐めたことやってるんだ？大丈夫か？ナサニエル・グリーンのスキル上げ忘れてたぞ。せめて運は上げとこう。他はまあどうでもいいんだけど、運は上げよう。運は上げよう。はい、運はね、実質スタミナ2倍ですからね。はい。重要です。舐めたことをしていた。あかんて。あかんてあかんて。運だけを上げないとダメだって。もったいない。もったいないお化けが出ていた。はい、戻ろう。
時を戻そう。時を戻そう。はい。なので、真田幸村で、39%と、28%、39%、49%、ダブルドロップ率が上がって、かつナサニエル・グリーンのこのスキルも、運のスキルも発動しているので、67%かなぐらいね、ダブルドロップ率が上がってますということで、はい。このね、構成がね、最近の私のトレンドですね。スタミナも抑えつつ、ダブルドロップ率も狙える。まあ、ハリケーンパードはね、つけられるの1体だけなので、大体は装備分だけだと思うんですけども。で、もっといいのは、所詮、この運のダブルドロップって18%しか上がらないんで、スタミナは余裕だよと。スタミナアイテムは全然余ってるから、もうむしろ、なんていうか、通常にプレイしてて、人間のプレイではもう消費できないほど余ってるぜっていう方もね、いらっしゃると思うんですよ。はい。そういう方たちには、このバイバルスコンボがおすすめですね。バイバルスであれば、このメインスキルの25%アップするんで、さっきのやつよりね、出撃のスタミナは、25%オフにならない代わりに、ダブルドロップ率が7%上がるっていうね、こっちの方がね、人によってはおすすめです。はい。ということで、はい。ここまでのね、説明をまとめたものがこれになるんですけれども、はい、私としてはですね、真田幸村の覚醒により、ラリーに出撃する最適解変わったなと。これまでの、バイバルスと真田幸村の組み合わせが、間違えた。バイバルスとナタニエル・グリーンの組み合わせが、最高だよという話だったんですけれども、これはもう昔のことですと。スタミナを優先したやつで行くなら、真田幸村のね、真田幸村がメインで、補佐がナサニエル・グリーン。この組み合わせ。はい、この組み合わせだったらダブルドロップが28%で、スタミナがね、マイナス35%と。で、実際にね、装備とかをつけたら、まあ、ダブルドロップ率58%まで跳ね上がるよみたいなことをね、私今ここで書いてますと。で、そうじゃなくて、ダブルドロップを優先しますよという場合には、真田幸村がメインで、補佐官がバイバルスの組み合わせですね。はい、これだとダブルドロップが35%上がって、なんか、このダブルドロップ75%はなんか間違ってる気がするな。ちょっと待ってよ。これハリケーンバードを入れてるからな。ハリケーンバードの計算わけわかめになるから。はい、これ装備で確か上がるの28%だよな。ちょっと待ってよ。はい、ドラゴンリング、星5で、プラス28%なんで、ダブルドロップ率56%と、28%アップ。なので、63%かな。はい。ハリケーンバードがいると、まあ、プラス11とかね、上がりますということなんですけど、これはまあ、なんというか、人によるので、はい。それはいいとして、基本的には、このね、この絵に書いてあった通り、ダブルドロップを目指すんだったら、下の方がおすすめですね。真田幸村がメインで、補佐官バイバルス。はい、この組み合わせであれば、ダブルドロップ率63%、かつスタミナも10%下がる。っていうので、非常におすすめです。はい。もともとのね、バイバルスとナサニエル・グリーンの組み合わせだったら、ダブルドロップ率が25%で、スタミナがマイナ25%だったんですよ。はい。両方とも、はい。どっちを主軸に置いたとしても、この組み合わせには勝ってないので、はい。ということで、真田幸村はね、メインに、限界突破して使うんだったらば、メインにつけましょうと。補佐官だと効果を発揮しないんで気をつけてくださいと。で、真田幸村に、おすすめなのは、バイバルス、ナサニエル・グリーン。で、まあ、それがないときにはね、クレオパトラも、クレオパトラも、私、クレオパトラもね、まだ、残してるんですけれども、
彼女も、アイテム2倍排出の確率が20%アップで、運のスキルよりはね、強いんで。はい。ただまあね、運のスキルブックをつけたナサニエル・グリーンでね、十分だと思うんですよ。はい。18%アップと、真田幸村の10%アップ、28%アップでね、全然十分だと思うんで。で、ここがね、話の重要なところ、さっき、真田幸村は星5にしなくてもいいんじゃないかなっていう話をしたところがそれでして、真田幸村を、補佐官につけても、この星4と星5のところね、てかそもそもこのオレンジの星のこの部分の効果発揮しないんで、この火力アップの恩恵を受けたいならメインに据えなきゃいけないですと。つまり、こいつをメインにして殴らなきゃいけないってなってきて、でも、モンハンするときって多分雪村じゃないやつ使いますよね。基本的に、モンハンするときってエピック将軍使うと思うんですよ。はい、私であったらね、カエサルを使ってるように。で、人によってはマルティヌスとかね、ハニバルとか、それを騎兵のエピック将軍を多分使ってると思っていて、すでに使ってるエピック将軍を押しのけて真田幸村を使う理由ってないんじゃないかなと。まあ、2部隊目、2軍としてね、使う分には全然、便利。そういう時こそね、ハリケーンバードをぜひ活用していただきたいところなんですけど、私、ハリケーンバードすごい好きなんでね。はい、ハリケーンバードをつけて、まあ、つけるってのはいいと思うんですけれども、基本的には補佐官向きかなと思う、補佐官向きじゃないや、ラリーの参加用かなと思われます。はい、そんなところで、真田幸村ですね。で、今、真田幸村で話をしてきたんですけど、スパルタカスも同じです。この限界突破分の効果を発揮しない、発作感だと発揮しないっていうのは、別に真田幸村のことではなく、他のね、将軍も全部一律そういう仕様なので、はい。ってなってくると、まあ、私は真田幸村ができたから、真田幸村を使ってますが、サルタカスがね、星3に、オレンジの星にできる、星3つにできるのであれば、スパルタカスが結構おすすめではありますね。あ、コメントが読めてなかった。ただの後藤さん、行政庁の SBS クリア条件開放のせいでトッププレイヤーがブイブイ言わせてます。そうですね。はい、前の配信で私そう解説させてもらったんですけど、行政庁の SBS 条件はえぐいですね。あれ、羽取りを目指していた人にとっては本当に、障害でしかないというか、あの、あの条件を追加するんだったら、羽取りの条件優しくしてあげろよっていうね、なかなかひどい案件だなと思ってました。やっぱりそういう事態になってますね。明太子さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。そんなところで、ここまでね、ざっと話をしてきたので、おさらいをしていきます。今回、金曜日からね、紫の将軍が限界突破できるようになりましたよ。覚醒できるようになりましたよというところで。はい。このね、紫将軍もともと覚醒ってついてなかったんですけど、はい。覚醒。3体だけ覚醒できるようになりました。スパルタカス。はい。スパルタカスね、入手の機会に恵まれてない酒場ぐらいしかないので、なかなかね、このオレンジの星さんにするのは難しいかもしれないんですけど、オレンジの星さんにできるのであれば、足が速い方がいいので、おすすめですと。はい。で、中国のファームーランは、これは、ちょっと見なかったことにしましょう。もう一声。もう一声。はい。で、最もおすすめなのは、真田幸村ですと。はい。真田幸村は、酒場だけでなくて、遺跡の報酬からも出て、かけらがね、非常に集めやすい。酒場で採用するとね、1万ジェム必要なんですけど、はい、遺跡に潜ったらね、出てくるんで、まあ、とはいえね、とはいえですよ、かけら集めるのめちゃくちゃ大変なんで、簡単にはいかないんですけれども。
はい。おすすめは真田幸村です。で、真田幸村のオレンジの星さんで止めるのが、おすすめです。なぜなら、補佐官ではこの限界突破文のこの緑色になっている文字は効果を発揮しませんと。本当にここがね、とても重要です。メインで、将軍をメインでセットした時のみ、この限界突破文の効果を発揮します。なので、おそらく真田幸村でモンハンをすることはなくて、ラリーへの参加に、使うのが、多分おすすめで、真田幸村とナサニエル・グリーン、もしくは真田幸村とバイバルス。バイバルスがない場合には、クレオパトラ。この組み合わせがおすすめですと。まあ、で、スキルはもうぶっちゃけ何でもいいと思います。私はね、この真田幸村って、アイサルのね、お供としてずっと使ってたんで、なので、騎兵の攻撃力とか、あの、行軍スピードとかね、いろいろつけてはいるんですけれども、はい、基本的には、ラリーのね、参加者として、使う分には、モンスター行軍スピードと、行軍スピード。こっちじゃないんだよな。どれだっけな。これかな。あ、こっちだ、こっちだ。こいつね、まだ星3じゃないんですけど。あ、ないや。そうか、これもしばらく補佐で使ったから。スキルは、火力とか参加するときにはね、関係ないんで、足の速さと運をつければいいかなって思ってるんですけど、気をつけていただきたいのが、真田幸村に運のスキルつけちゃうと、あの補佐官につける運のスキルが効果発揮しなくなっちゃうんで、真田幸村には運のね、スキルをつけないのがおすすめかなと思っています。はい、私ね、そう、つけてないんですよ。つけたものもね、なんか用意すればよかったんですけど、用意してないや。はい、普通にこれまで使ってたやつらだったわ。はい、まあ、よいしょ。運のスキル誰かつけてるやついたかな。誰かいたかな。あ、どうでもいいやつに運つけよう。あ、こいつじゃない。ちょっと待ってくださいね。なんかさっきでもその実演をしたような気がするけど、忘れちゃったな。忘れちゃった。島津さんじゃない。ルーシーじゃない。どうでもいいやつ。どうせ捨てるから。はい、なんかこいつ足早いから、なんか適当にゲットしてたんですけど。ちょっと待ってよ。こいつ補佐官つけらんねえじゃねえかよ。待て待て待て。補佐官をつける条件はね、レベル20以上かつ、星3なので。えーっと、ウラジミールさんじゃなくて、あ、いた、どうでもいいやつ。はい。これもね、防衛官っていうね、全くいらない能力なので、いずれ捨てると思います。たまに担当官したけど、もう担当官につけることもなくなってきたんだよな。はい。はい。別は記者も構わない。はい。まあ、ね、ご存知な方も多いとは思うんですけども、なんか喋ったついでに解説で、メインのね、将軍に運っていうスキルをつけてしまうと、せっかくね、強い、バイバルスをお供につけようとしても、はい、被ってますと言われて効果を発揮しませんと。これは別バイバルスだからではなくて、クレオパトラも同様ですね。はい、効かなくなりますと。ってなっちゃうので、真田幸村には運はつけちゃダメですよと。はい、真田幸村とバイバルスの組み合わせで使う方が、ダブルドロップマシマシでね、いいと思うので、はい、真田幸村には運のスキルをつけない。でも、でやれば、バイバルスのね、この25%の恩恵を受けるし、真田幸村自体のこのダブルドロップ率10%アップ、はい、これと組み合わせることができるので、はい、おすすめはね、真田幸村には運はつけない。それ以外のなんか足が速くなるやつとかね、そういうのをつけるのがいいんじゃないかなと。で、まあ大体、スキル余ってくるんで、まあなんか適当に、モンスターのリスペクトとかね、つければいいんじゃないですかね。みたいな。はい、そんな感じです。まあ基本はもうなんか足速くなるやつをね、つければいいのかなって思うんですけれども。はい、そんなところで、
はい、まとめていたのが、このパワポのね、ところに、画像になります。はい、ということで、真田幸村ね、めちゃくちゃ強いですね。やばい、偉いと思います。で、あの、彼の素晴らしいところは、ちゃんとね、装備を充実してあげると、メインスキルでモンスターデバフ5%入って、さらにドラゴン装備4つ装備すると、10%ね、相手のモンスターの防御力10%下がるんで、モンスター防御が15%下がるんですよね、ラリーで参加すると。で、これってラリーセッター的にありがたい話だと思うんですよ。はい、ラリーセッターの、まあ、強いボスとかをね、殴ってくれる方に、ちゃんとモンスターデバフで参加すると、この効果、影響を受けるんで、ちゃんと。はい、相手の、モンスターハントを少し楽にしてあげることができるので、このね、メインで参加させる、将軍にはドラゴン装備4つと大装備2つ。大装備2つやるとね、行軍速度のセット能力がね、生きるんで。はい。私的におすすめなのはこの構成ですね。はい。まあ、装備はね、勇気のドラゴンリング、モンスターダブルドロップの28%がつくこれさえあれば、ドラゴンと王の組み合わせはもう何でもいいです。私は余ってるのだったり、素材で作りやすいのを選んだだけ。で、それどころか行軍速度が上がる。これ、ドラゴンブーツまだ上げてなかったわ。この前ね、作ったばっかですね。はい。強化じゃなくて、限界突破なんですよ。はい。足を速くしよう、足を。足の速さ大事。ちょうど今ね、ゴールドの還元タイミングのはずなんで。はい。限界突破、限界突破。足は速いに越したことがない。はい。アクメネス装備とかもね、だいぶ揃ったので、今この補佐官じゃない、ラリー参加につける将軍の装備とかも今ね、こだわり始めていて、今ね、この構成にしています。行軍速度。まあ、さすがにね、強化とかは、別にこだわる気はないんで、まあ、一回もまだ強化してないんで、これは後で強化しよう。嘘だな。金曜日からスーパー強化が来ると思うんで、金曜日以降にやります。はい。まあ、そんな感じで、おすすめなのは、真田幸村ですよ。真田幸村に、勇気のドラゴンリングは確定でのドラゴン装備4つ、大装備を2つ。これで、行軍速度を上げつつ、モンスターで防御デバフを15%にし、で、お供にバイバルス、もしくはナサニエルグリーンを採用することで、まあ、非常にね、良い、ラリー参加ライフをね、送れるかなというところです。はい、もうさらにおすすめなのは、1体にはね、このハリケーンバードをつけてあげてください。レベルとか品質にもよりますけれども、ダブルドロップ率をね、さらに上げることができるんで、これね、60%以上のね、ダブルドロップ率を誇るはずなのに、そのダブルドロップしない気がするんですよね。いや、全くしないわけじゃなくて、まあまあするんですけど、はい、なんか、本当かって思うときあるんですけど、はい。まあ、参加させとこう。はい、そんなところで、私はね、まだ雪村が、1体しかね、星ついてないので、星3になってないので、バイバルス・ナサニエル・グリーンのね、組み合わせと今併用してね、やってます。はい、そんなわけで、今回ね、取り上げたのは、この真田幸村、めちゃくちゃ素晴らしいですねという話でした。ちなみに、真田幸村ね、特性もね、偉くて、はい、モンスターへの行軍速度とかもね、上がりますんで、戦勝記念塔を上げようと思ってる方は、真田幸村の特性をね、上げることも視野に入れていいのかなと思ってます。私はね、上げようかなと思っていて。はい。今、戦勝記念塔を私レベル1で、レベル2にするために、5.8M 以上の将軍をね、同時に6人所有っていう条件があるんですよ。で、これは、まあ、時間がね、解決しそうかなと。君主レベルが今38なんですけど、39になって、その頃には特性とかもね、上げたりとかできるんで、
ドラゴンの戦力も上がるんで、なんとか達成できるかなとなっていて、この2の後、3にする条件が結構厳しくて、特性がマックス、特性がマックスの将軍を3体持ってろみたいなね、えぐいのが出てくるんですよ。で、私、今、特性がマックスなのは、エレクトラだけなんですよね。なので、あと、他に2体作らなきゃいけなくて、まあ、そのために、ブーリカは多分間に合わないので、ジョージ・デュイをね、星さんに今なってるの、特性が今、3つここ金にして、この4つ目の特性を育てられるようになってるので、ジョージ・デュイのね、特性を育てようかなと思ってますと。で、3体目。3体目の、この4つ目のやつ、足らないんですよ、絶対に。もうそもそもね、これ、ルーン箱から10%ぐらいしか落ちてこないんで。となると、白羽の矢が立つのが、はい、こいつですね。こいつであれば、3つ目までの、特性のね、かけらしか必要としないんで、このなんか、クモの巣みたいなやつ。クモの巣のみたいなやつの名前わからんけど、なんか、統率だか、死者だか、なんかね、なんかついてましたよね、名前がね。はい。全然違いました。そう、不死のルーンストーンは10%しか落ちないんで、もうかなり厳しいですと。これは、計算上、もうしばらく、2体目出来上がるのは多分5月とかそういうレベルだった気がするんですよね。5月ぐらいだと思っていて、ってなると、3体不死のルーンストーンマックス絶対無理なんですよね。でも、この栄光のルーンストーンだったらまだ手に入るので、この栄光のルーンストーンまでで、OK、全部マックスになる、この真田幸村、彼のね、特性をね、上げるのワンチャンあるんじゃないかなと思って、はい、このね、真田幸村の特性をね、私マックスにしようかなってちょっと思ってます。はい。なんかしないけど足速くなるし。で、相手のね、モンスターの攻撃力下がるんで、このね、真田幸村自体はね、私、カエサルのお供でも普通に使うことがあるんでね、カエサル、通称はマリア・テレジアをね、相方につけて、火力増し増しのスタミナダウンを使っているんですけれども、こいつをね、真田幸村に変えることで、真田幸村の特性のね、このモンスターデバフ、はい、この組み合わせでね、ずっとこれまでは使っていたので、真田幸村はね、今後も全然使う可能性が、全然あるので、まあ、特性マックスにしてもよかろうと。そう、特性マックスにする候補として、雪村、ガイウス。ガイウスのね、特性も、最終速度だっけかな、これか。そう、鉱石最終速度がね、上がるから、別にまあまあ育ててもいいかな、みたいなところ。あとは、島津か。彼はなんだっけ、都市外の支援拠点からの食料採集ボーナス。はい、果汁とか、まあこの辺はね、この辺はどうでもいいですね。はい。そう、食料をめっちゃ持ってくるか、鉱石をたくさん持ってくるか、みたいなところですね。で、私、鉱石を今ね、めちゃくちゃ欲しているので、ガイウスにしようかなって思ってたんですけれども、そこへ来てのこの真田幸村の覚醒。っていうかね、一回紫将軍の覚醒があったので、ワンチャンありますよね。その他の将軍も。はい、島津とかガイウスって多分使ってる方多いと思うので、この辺がね、覚醒すると嬉しいですよね。はい、まあまあまあ、そんなところで。1個目の話題だけで、やっぱり1時間ぐらい話をしてしまった。途中でね、ちょっと話が逸れてしまったんですけれども、サラダ池村はね、戦勝記念塔のレベル3にするときにも役立つかもしれませんよと。私みたいにね、カツカツ運営をしている方の救世主となり得る存在だったのが、もうさらにね、その価値が押し上がったというところで、非常に、もう素晴らしい、もう素晴らしい将軍ですので、ぜひね、皆さん使いましょうというところのご紹介でした。はい。
さあ、説明しきれたかな。もしね、私の、なんか説明で足りてないところとかがね、あれば、コメントでご指摘いただけると助かります。いやー、私のね、スタミナを、消費を減らしてくれるやつがね、急に充実し始めて嬉しいですね。はい、マリア・テレジアでね、20%ダウンだし、ナサニエル・グリーンで25%減が、25%減が3体いて、で、さらに真田幸村で10%減。はい。まあ、星2でもね、10%減にならないだけで5%は減るんで、全然十分ですよね。はい。っていうので、そう、すべてのラリー参加とか、モンスターハントのやつが、スタミナ減が、そう、毎回全部ね、スタミナを減らして参加できるようになったので、非常にね、スタミナが残るようになりました。残るようになったといっても、先週時点で200ぐらいあった100スタミナがもう69まで減っちゃってるんですけれども、はい、早く資源、金曜日からの資源の消費還元で稼ぎたいです。ほい、そのところで、じゃあ、次のね、いつも通り、イベントの振り返りと、次の週のイベントのところをね、話をしていこうかなと思います。はい。ちょうど切り替えいいので、よかったら、チャンネル登録と、この動画の、このライブの高評価をお願いします。さあ、定点観測。詳細のところで、今のね、スペックのところを見ていこうと思います。戦力がね、上がってきまして975になってます。来週におそらく、1B を超える予定です。で、技術戦力 24M ということで、今回はね、そんなに上がってない。いや、嘘だな。先週23.5とかだった気がするんで、まあ、24に0.5ぐらい上がってますと。で、建設戦力28.7。ここはね、そんな上がってないです。で、資源のところがね、ちょっと上がっています。まあ、今はね、200%バフを効かせてるので、木材と鉱石がめっちゃ上がってる。月見さん、ちびじゃるさんに金跳ねついてましたね。あ、そう。ありがとうございます。そうなんです、そうなんです。スケジュールのとこですね。そう、スケジュールのところに、ひょ、はい、右上のね、スケジュールのところはね、金の羽に、同じ画像を使ってるのに、その、ライブで表示してる右下、まあ、なんかあんまり金色がね、なんか光ってる感じがしないんですよね。これ、画質の問題なのかな。ちょっとね、もうちょっとピカピカってしてると嬉しいんですけども、なんか残念ながらちょっとくすんでるんですが、本来の色はこのね、カレンダーのやつです。はい、で、鉱石のね、生産量と、木の生産量を今、めちゃくちゃ上げていて、上げたくて、はい、今週のね、金曜日から資源のまた消費還元がやってくるんですけれども、そこでね、鉱石だけ、鉄だけ 20B 消費達成したいんですよね。で、20B 消費を達成したいので、今、この都市のバフで、木材と鉱石は、200%アップをね、使ってます。明確な理由がありまして、20B を目指すのは、この兵士アップグレードですね。今、騎兵 T13 の騎兵をたくさん持ってるんですけれども、これを T14 にアップグレードしますと。はい。で、この、今、130万、140万近く、T13 の騎兵がいて、これを全部 T14 にアップグレードするために、計算したところ、もうそれだけで 10B ぐらいのコストがかかるんですね。でも 10B のコストここだけに使ってちゃもったいないわけじゃないですか。せっかくのね、資源の還元イベント中なんで建設もしたいと。ってなると、もう鉄はもう 20B 消費しようと。っ
で、その他は 10B で抑えようと。そんな感じの建設とかをね、していきたいなって思ってますと。ただ、どうしても木も使っちゃうんですよ。食料は、大体、余るというか、使いどころにいつも困ってるぐらいなので、食料はここで消費してくれると、10B 達成しやすくて助かるんですけど、多分木もはみ出るんですよね。木だけ、鉄をギリギリに 10B。で、木が、10B ちょっと超えちゃうみたいなね、そういう未来が見えているので、木と鉄の、生産量は一時的にこの200%アップの方、8時間切り替えでね、若干めんどくさいんですけど、8時間切り替えのこの200%アップのバフを使って、今、ために貯めてると。いや、ために貯めてるんですけど、今日みたいに、この T14 の兵1万作れと。これね、スルーしようかと思ったんですけど、このカエサルのね、やつが戦力2万 2.5M 増やせみたいなのがあったんで、2つ取れんならいっかというのでね、しぶしぶ訓練をしたんですが。はい、こんな感じで、鉄をね、今、ために貯めようと思って、今 5.3M、538M ね、手元で溜まっていて、昨日までかな昨日までの時点で計算して、今ね、10.3B ぐらいかな確か溜まってますと。はい、なので 10B はね、食料が 10B、木と鉄が 9B、鉄が 10B みたいなね、溜まり方を確かしていて、で、こっからね、まだ、2週間あるので、資源の消費還元イベントが金曜日から始まっての2週間。2週間、正確には11日だけど、まあ今から考えると、まあ2週間ぐらい期間があって、その他にもイベントとかでね、リワードが確保できるので、まあその辺のやつでね、なんとか 20B ギリギリいくかいかないかみたいなのを、まあ計算したところギリギリ足らなそうなので、今この200%アップとかね、こういう配信中ってあんまりラリーに参加しなくなるので、こんな感じで、鉄のところをね、タイルを採集しに行ったりね、というので、今、ひたすら鉄を集めています。はい、もしね、同じ同盟の方が見てらっしゃったら、私、食料を送るんで、食料が足らないと食料を送るんで、鉄交換しませんって言っとこう。はい。200M の食料で 200M の鉄が欲しい。と言っておいて、まあ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 、そこは冗談ですと。はい、さて、来週の、資源還元始まりますねのところの前に、今週のところのね、これまでのところの振り返りをしていきますと、ナポレオンイベントですね。このカーニバルのやつね、私もう、すげえ忘れていた。カーニバルって、実はまだ使うタイミングあったのかもう全部使っちゃってたけど。いや違うな。なんか、同盟スコアのなんかリワードとかなんか来てたな。はい。この、普通の盾の方はね、皆さん集めることができたのかなと思います。期間中のね、やつで比較的優しいやつだったので、この控えスターなオーナーメダルってやつ、これは皆さん全部交換できたんじゃないかなと思いますと。で、メリットソード、こっち側はね、まあ、なかなか、その、ゲットする機会自体が多分なかったかなと思うんですけど、うちはピラミッドがね、幸い同盟1位になったりとかしていて、ナポレオン金貨をね、もらう機会に恵まれたので、この金枝、このレアなやつをね、交換することができました。はい。で、その辺の振り返りどこで見ればいいかなこっちかなほい。騎士の試練ランキング。ジェムを分ける、ジェムを分けるリワード。これね。いつも、お世話になってる、ララさんのところを見せていただいて、答えをね、教えていただきまして、はい、ジェムをね、無事いただくことができました。
1K もらいましたということで、これさ、合格人数1927って少ないよね。少ないですよね。これ、みんなこの数字なのかな？みんな1927なのかな？本当なのかなこれ。結構、私はララさんのところを参考させてもらいましたけど、ツイッター見てたら、なんか多分、2、3人、この上級試験の回答を書いてくださってた方がいて、で、サブアカとかでね、チェックして、で、それで回答を公開してるという方も多分いたはずなんですよ。だから1人当たり、1とは限らないんですよね。1人当たり2とか3とか、平均すると1.5ぐらいはね、なんていうか、1人複数アカウントがあるパターンが存在しているので、でもそれって多分この合格人数的にはカウントされるじゃないですか。日本人で見ただけでもなんか3、4人はこの答えを公開していて、まあ、みんながツイッターやってるわけではないものの、たった1927人なんだと。ナポレオン法で何十 M ってなってたけど、1927っていうのは、みんな全然試験やってなかったのかなとか、なんか、すごく不思議になる。明太子さん、私のところも1927人ですね。意外と少ないです。いや、そうですよね。いや、前回のナポレオンはもう少しいたような気がするんですけど、これはね、発したジェムがいらなかったのかもしれないんですけども、若干、アクティブ人数大丈夫ですかって不安になる不安になる結果でしたね。のんのさん、スナックってびっくりしました。そうですよね。びっくりしますよね。なんか、なんだろうな。はい。まあまあまあ。もちろんね、頑張る方が少ないと、分け前が増えるんで嬉しいんですけど。カムイさん、同じくそのうちには私です。そうですよね。そうなんですよ。ファームアカウントとかでも当然やるじゃないですか。ただジェムもらえるなら。まあ、ファームだから別にジェムいらないよっていう方もまあいるとは思うんで、そうとは限らないとは思ってはいますが。はい。これね、この1927の割る2とか割る1.5ぐらいが、アクティブ人数なのだろうかと、なんか気になっちゃう。今日この頃。まあ、なんていうか、この発射ジェムはいらない方が多かったんだというふうに思うかなという、そんな感じです。はい、まあ、その話は置いといて、エジプトへの遠征個人ランキングですかね。はい、私は500M を、500M とちょっと、500、なんだろう、526M くらいかな、ポイント稼いで、8位に入賞することができましたということで、もう、永続のスフィンクスのね、城の飾りがもらえる上位3位まではめちゃんこ頑張っていましたが、それ以下はね、もう全然、500M ちょいで、10位以内に入れるというね、信じられないほどみんながやってないイベントだったなと思いました。通常のピラミッドよりも 500M 超えてる人が少なかったイメージです。はい。私はね、ピラミッド20回がだるいなとか、5の取り合い辛いなと思っていたので、10回で済むエジプトへの遠征イベントはね、個人的には、そんな嫌いじゃないというか、ピラミッドがね、20じゃなくて10回に減ったら、そっちの方が絶対いいんですけど、私は別に、めんどくさいなと思いつつも、そんなに難しくなくてよかったんですけれども、なかなか不人気なイベントだったなっていう感じがしますね。まあでも、はい、ジェムとか、秘宝ボックスとかね、めっちゃ欲しかったんで、ありがとうございますっていうのと、めでたく同盟が、1位になりまして、スフィンクス14日間のね、やつもらうことができました。で、かけらの次戦宝箱、制服2個。これめっちゃ嬉しい。これめっちゃ嬉しい。のんのさん、エジプトの方が楽でした。SBS 中もできるので。そうなんですよね。ピラミッド、通常のピラミッドだと、T1
10万人で、参加してても、なんか文句を言ってくる他の同盟の人とかいたりしてめんどくせえなって思う、思ってたんですけど、はい、このエジプトへの遠征だとね、別に SVS 中もバブルが剥がれることもなく、かつ、遺跡のね、探検とかと違って、兵をね、死に近づけることをすることもなくなので、なんかそう、SVS 期間中もやれたし、宝箱のね、毎日50の枠も回収できたじゃないですか。別に、あの、スフィンクス殴らなくても、宝箱が美味しかったじゃないですか。もう宝箱でプレミアムドラゴンコイン出るの嬉しくて嬉しくて、すげえ出してたんですけど、軍備箱とね、新品箱がね、おすすめでしたけど、はい、まあなんか報酬が良くて私はね、好きだったんだけどな。のんのさん、うちは SVS 中にピラミッドしたら KOS です。そうね、そういうサーバーありますよね、聞きます。はい、別にこれはフィッシングですよ、トラップですよって、私はしれっと言ってやってますが、KOS っていうルールがあるならめんどくさいですね。やれないですね。そう、なんか、そうなんですよ。ピラミッドとか、蛮族って SVS 中できないんですけど、エジプトへの遠征イベントをSVS 中やられるんですよ。で、SVS 中にね、ロイグインが減る時ってあるじゃないですか。もう絶対勝てない時って参加するより3日間のバブルつけようみたいな時あるじゃないですか。そういう時にもできるじゃないですか。これね、私は、まあ、比較的ね、好きだったんですけどね。あ、やばい。あれは参加するの忘れてた。今日バイキングチャレンジな気がする。後で見よう。はい。ただ残念ながらね、民意はそうではなく、参加者が少なくだと。まあ、とはいえ、ね、まあ、我々の同盟は、1位になって、たくさん、はい、みんなね、スフィンクスになってますね。はい、素晴らしいと思いますよ。嬉しいです。ボーイスさん、メール1927人、やっぱ1927人ですよね。なんかね、海外のサイトでもちゃんと答えを公開してるサイトみたいなのもね、あったみたいなんですよ。なんかそんなのも出回っていたので、それでもこの数字なので、不思議ですね。何が起こってるんでしょう。はい。で、スフィンクスね、手に入れたんですけれども、私は、まだね、使っていませんというのも、14日間限定で、アイテムとしてね、配られたですけど、これ多分アイテムを使用してから多分14日間、普通の城の飾りとね、一緒だと思うんですけど、はい、14日間しか使えなくて、で、このスフィンクスって、所有してアクティベートで建設速度プラス5%とか、モンスターへの行軍速度が上がるんで、これはね、資源の消費還元イベントが来て、建設とかモンスター行軍いっぱい出そうっていうタイミングでね、装備しようかなって思ってます。はい。今週ね、今週の火水木はもうお休みです。まあ後で喋りますけど、特にあんまりやることがない、今回はね、お休みのターンなので、今、なんか使うのもったいないかなと思ってね、私ね、これまだ使ってません。はい、金曜日以降にね、使おうかなって思ってます。ということで、まあ、ただね、うちの同盟すごい、もう圧倒的にみんながね、参加していて、結構圧倒的な1位だったので、いや、素晴らしかったですね。はい、皆さんの頑張りに。あと、うちの同盟の方がね、1位にもなっていたので、素晴らしかったと思います。おめでとうございます。はい、ということで、8位に、個人で8位入賞、同盟が、1位になりましたというところで、はい、非常に個人的に、嬉しいイベントでした。で、その他の振り返りのところで、たびたびね、話題が出ていたサーバー戦争、サーバー戦争関連でいくと、この栄光の瞬間か。はい、栄光の瞬間ね、今回はサーバー戦争ちょっとだけ参加したので、この敵のサーバーのプレイヤーを何名倒すみたいなやつとかもね、全部取って8個目までクリアできました。前回はね、SVS 参加難しそうだったので、スルーしちゃって、
7個しかね、クエスト達成できなかったんで、この8分の8のやつね、やれなかったんですよね。はい、今回はね、8分の8のところまで全部クリアすることができて、ジェムと、ちゃんと残る方の命の源もね、確保できました。やったぜ。まあ、ちょっとね、敵のサーバーの社を600秒間占領するとかね、ちょっと怖くて無理でしたね。今回相手レベルK40 がめっちゃいたので、K40、K39 がめっちゃいたので、そう、ほんとね、ワンブロックしかしませんでした。アピーユーさんおめでとうございます。コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうよかったです。で、サーバー戦争の振り返りなんですけれども、はい、私はね、君主ランキング15位で、終了をしています。1回だけね、ブロックして、あとは、バブル落ちを、1回ヒットしたぐらいですかね。だから、戦闘としては2回しかしてなくて、ロストスコアが 6.9M で、ポジティブが92M なので、まあ、86M ぐらいかな ?85M ぐらいの、ネットプラスということでね、ポイント的には貢献したんですけれども、最終的にはね、ちょっと、サーバー戦争自体は、負けてしまっていますというところで、なかなかね、バブル落ちの方は減らないかなというところがありつつ、まあ、単純にね、相手も強かったんでね、戦力高ければ高いほど失うものがでかいんでね、怖いですよね。はい、まあ、今回はね、いつもよりはスコアがおとなしめな気がします。はい。540以上なのが5位以上だけなので、いつもはね、なんか 1B、1B、1B とか 2B とかね、なったりとかするんですけれども、はい。いつもに比べて、まあ、ランキングはね、ちょっと控えめかなっていう感じがしていて、今回ね、うちの同盟のディオさんが、8位以内に入っていて、過去にね、青い翼はゲットしてるので、これで王になることができる条件を満たしたということでね、おめでとうございます。非常にめでたい。うちのサーバーは、王に次なる人どうしよう問題とかがあったので、はい、素晴らしいです。順番がちゃんと回ってきて、よかったよかった。アノンナさん、サーバー戦争始まって資源を 2B 出してしまって、ゴーストもできずお留守番でした。そうですね。フルゴーストで戦ってると、その資源取られちゃうので、ね、ちょっと無理ですよね。それは辛い。それはお留守番ですわ。食料を出さなくてよかったと思います。食料だったら食われてると思うんで。あ、なんかまた話してて全然見てなかったけど、バイキングチャレンジないかも。ない気がしてきた。わかんない。もうみんな終わっちゃったかな。いっか。王以外はまあ別にそんな、あれだしな。モンチさん、こんばんは。いつもこっそり拝見してます。今回のイベントの狭間は2日だと思います。ゴールドの消費還元が残り時間2日切ってるので、はぁ、ほんとマジほんとだ。モンチさん、ありがとうございます。このパターンあるんだ。久しぶりだな。間が2日空くときって、火曜日までイベントが、火曜日もイベント中で、水、木みたいな感じだったんですけど、今回は木曜から始まるんだ、イベント。資源還元タイミング長え。いや、ありがとうございます。気づいてなかった。本当だ。輝きの財宝2日だ。これ人によっては、王城で 150M 回収厳しいんじゃないか。はい、私はね、もう、生産力マシマシなので、150M はもう1日あれば結構いけちゃうんですけど、王城の生産力が足らない方私36、K36 だからこれができるだけで、K30 とか、それより下だと、これ2日で達成多分厳しいんじゃないかな。はい、なんていうか、ギリギリいけるかもしれないっていう方はね、200%バフを使うことをお勧めします。はい、このね、加速のところの一番下にある
このね、生産バフ、こいつね、こいつを合成ってやるとできるので、ただね、一気にたくさん合成しちゃうとなくなるんで気をつけてください。いや、気づいてなかった。モンチさんありがとうございます。木曜から始まるんだ。へえ、いつも水木の2日間しかないよっていうのはこれまであったかなと思ったんですけど、火水だけで木曜から長期イベントなんですね。なんと、ちょっとスケジュールの表変えよう。いや、ありがとうございます。全然気づいてなかった。ほんとだ、2日だ。明日戦力アップ来て罠くれないと、罠スピードアップの機会を逃すな。明日戦力アップ来てほしいな。もうゴールドとか終わっちゃったし、研究スピードも明日終わるんだけれども、罠はなんかあんまり関係ない時作りたくないんだけどな。なるほど。だからですね、なんか特にイベントがなかったんですよね。今回。だから、暇な狭間だなと思ってたんですけど。なるほど。カムイさん、戦場ではあったけど、SBS で初めて K41 からタコ殴りに会いましたけど、やはり T1 まで軽々貫通してきますね。結果はスーパーポジティブだったけど。あ、そう、K41 まで行くとね、全然貫通してきますよね。K41 かつ、うまい方だと、わざと T11 とかで殴ってくるんですよ。そうすると相手ポジティブになるんですよね。はい、組み替えてやってくる人、強い方もたまにいらっしゃって、わざとね、T14 とか T13 あんまり使わない構成でやられるとね、やられるんですよね、あれ。ああいうのを防ぎたくてこっちのバフを上げたいなと思ってるんですけれども。スーパーポジティブおめでとうございます。そう、サーバー戦争の、ところは、まあ、15位でしたというところで、今回は K36 かな。K36 の、人に、交易をね、もらえそうだったんで、ちょっかいを出しに行って、まあ、2.5B、K36 の方に、殴ってもらって、まあ、ここでね、スーパー90、90M か、90M ぐらいの、まあ、ポジティブになりましたというところでした。で、このタイミングでね、戦死者、29,426出てるんですけど、この29,426、最初は資源で蘇生ができるんですよね。で、最初のそう、もう最初の資源で蘇生できるので、私、命の源使わないんですよ、これ。そう、だから、命の源の、この栄光の瞬間の命の源の100で、賄えるなと思ったけど、それさえ使わずに、完了することができましたね。やったぜ。なので、単純にこのイベントの、40、50、命の源50と、あとはサーバー戦争のスコア分かなの命の源をね、安全に稼ぐことができたということで、栄光の瞬間のね、イベントはね、もう今後もね、引き続きね、続けてほしいですね。はい。命の源、サーバー戦争のスコア。私、そう、シルバー2までしか今回やらなかったですけど、シルバー2までだけでも十分、ゲットができるので、いや、本当はね、相手の K40 たちが、コンスタとかに参加して、赤バブルがついてる時に行きたいなと思ったんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて、多分、こっちの、寝てるタイミングだったっぽくて、K40 が暴れてる時にはやめよって動かなかったんではい、これ以上稼げなかったんですけども、まあ、今後も、今ね、どんどん防御力を上げているので、サーバー戦争でね、コンスタントに稼げるようになれば、命の源の消費をせずに、ここでストックをしていけるかなっていうのをね、ちょっと画策をしています。はい、今回も、まあ、相手もね、そんなに、2M ぐらいの部隊、K36 ですし、2M ぐらいの部隊で、まあ、バフもね、まあ、1500なので、K36 にしては、まあ、普通に
普通に強くなったかなという、防御も HP もね、900後半で1000近くあるので、まあまあ強かったですけども、こっちもだいぶ、ブーティカも育成が、進んで、あと射撃兵と工場兵器とかもね、少しずつ兵を増やしつつあるので、はい、だいぶしっかり防御をすることができましたね。はい。相手 T14 もね、いたんで、そう、私ね、T14 騎兵しかいなくて、騎兵ゴーストしてるんですけど、まあ、ゴーストしてたのも1万3000とかちょっと残してたんですが、はい、まあ、それでも、はい、こっち、騎兵以外は T13 しかいないけれども、しっかりブロックができているので、引き続きね、今度の資源還元イベントで、次はね、この訓練場を35にして、歩兵の T14 作れるようにしようと思っているので、で、3月に、ワークショップと射撃を上げて、T14 を作れるようにしようかなと。で、3月、4月から、兵の増量に、ね、着手するという計画でいるので、はい、今ね、まだこの段階で、まあ相手 K36 でね、まだあれだったもっと強い人にはボコボコにされるかなとは思うんですけれども、まあだいぶ損失少なくポジティブが取れたんでね、ラッキーでしたね。はい。カムイさん、鉄壁ですね。はい。今、鉄壁になれるよう頑張ってます。ブーリカもね、次の騎士の試練のところに、星4、赤の星の4がね、つけられるかなってちょっと思っているので、はい、しっかり、育成していこうかなというところですね。私も敵さん赤バブル内に社済ませました。そうなんですよ。そう、相手の強い人たちが赤バブルでいないぜっていうのを見計らってやるんですよね、SOS は。ただ、終わったタイミングって、マジで気をつけなきゃいけなくて、相手の強いバフが残ってる時に動きたいだろうから、戦場が終わったそのすぐ瞬間って、SVS に参加し始めるんですよね。だから、2時とかね、4時とか、0時とか、その切れ目切れ目はね、気をつけなければいけない。エネゴリさん、資源より命の方が助かります。いや、そうなんですよ。命ね、マジで助かる。まあ、正直ね、もっと欲しいなってもっと欲しいなって。今回は、なんでしょう、損失ですね。軽くて済みましたけど、普通にたくさん戦死することあるんで、そしたらこの100なんて速攻吹っ飛ぶんですよね。はい。それを考えたらね、これじゃ足らないんですけれども、今回みたいにね、安全なヒットアンドウェイというか、ワンブロック逃げを繰り返すうちはね、稼げるので、はい、しばらくこのイベントしっかり来てほしいなと、これで安全に稼ぎたいなって思ってます。はい、命の源が1万貯まれば、少しね、安心して SVS に参加できるかなと。はい、戦力を上げる前に、命の源を増やしておきたいんですよね。はい、再起不能になっちゃうんで。命の源が足りなくなったら、もう再起不能になるんで、そう、命の源が増えてから兵を増やす。はい、そこもあるんでね、私は、なんとか兵を増やさずに頑張って。のんのさん、1B の損失で命の源はどのぐらい必要なんですかね。いつも 1B 以上損失出してる人がいて、いや前計算したんですけど、まあ、バフがね、あるんで、人によって、例えば防御の進化とかの、この奥にも、サーバー戦争の光違う、名前が違う、戦いの道か。で、サーバー戦争中に蘇生させた戦力アップ。これ、命の源の効率が上がるやつですけれども、これとか、あと、伴侶のシシーとかのね、シシーとアリアドネか。アリアドネじゃない、間違えた。ドゥルシネアか。はい。シシーとドゥルシネアのレベルが高ければ高いほど、まあ、命の源の効率が上がるんですけども、でもやっぱり 1B は絶対に命の源1万じゃ足らない気はしますけどね。命の源って
最初は1個なんですけど、たくさん蘇生すると蘇生すればするほど、1回あたりの個数が1、2、3、4、5って増えてって、最終的には確か5ずつになっていくんですよね。なので、1個あたりの効率で変動したりとかするので、なんか正確な計算確か難しいなと思っていたんですけれども、でもやっぱり1便の損失出してると、命の源めちゃくちゃ必要だと思いますと。ただ、戦争中の課金パッケージかなんかで、結構、命の源貯めてる人がいて、はい、うちの同盟の、ビッグプレイヤーも、むしろ病院を埋めて、病院を、病院に入っちゃうと、回復させるのに資源が必要なんで、わざと病院を埋めます。そこから、全部命の源で解決しますっていう、札束パワーで、解決してる方もいらっしゃったので、私は命の源カツカツで困ってはいるんですけれども、命の源、課金で手に入りやすい命の源で解決してるっていうね、パワープレイもね、できるようではありますね。はい。私、やっと7084。11月ぐらいにゼロになったんですよ、1回。一番最初に羽取りをチャレンジして、ギリギリダメだったやつ。その時に命の源を使い切ってしまってゼロになったんですけれども、数えて11から11、12、1、2、4ヶ月、4ヶ月で7084まで回復したんで、いや、かなり頑張ったと思います。まあ、オークションとかでね、手に入れたりとかをして7084なんで、次の4ヶ月でまた7000増えるかって言ったら増えないんですけれども、とはいえ、戦力を増やすって言ってる3月とか4月ぐらいには、ギリ1万いけるんじゃないかなと思ってんですよね。はい。命の源をね、なるべく使わずに、はい、もらえる期間限定命の源で、細かくね、稼げるように今後もね、サーバー戦争参加していきたいなって思ってます。ベヒーモスっていう文字が見えた。ベヒーモス参加したい。よいしょ。さて、イベントのところ、はい、サーバー戦争ね、今回もちょっと残念ながら負けましたということで、最近ね、負けが込んでますね。K40 の人が増えてね、やっぱ強いとこと当たるんですよね。今回もね、相手、オールスター組がいらっしゃったので、やっぱ強かったですね。はい、もう、将軍ランキングとかも、やばかったんで、はい、このブラッドさんっていう方がめちゃんこハッスルしてました。ひたすら倒しまくってました。K40 だか41だったか忘れちゃいましたけど、なんかもう私は関わらないようにしようってしてたんで、はい。でね、そう、将軍ランキングでね、私に攻撃してきた K36 のエレクトラ、なんで、火力バフ1500万のかなって見に行って、7.8M も戦力ありましたね。やっぱり、文明装備がね、まあちょっと文明装備、まあなんか若干あべこめじゃないかなと思ったりする部分もあるんですけれども、はい、レベル38で、ちゃんとね、覚醒もしてるので、やっぱり格上の方でしたね。はい。私もエレクトラがもね、早く強くなるように頑張っていきたいところでございます。はい。振り返りのところはそんな感じかな。スピードアップのところは、はい。スピードアップのね、資源還元は、全部ですね。今回は、スピードアップはいつも 5M 達成していて、回復と建設は 3.5M の一番最後のやつをね、クリアしたりしなかったりしてたんですけど、今回は両方ともクリアさせました。月見さん、JAL さん、巨人の知恵神殿というイベントとバッカスのバーイベントやってますか？やってないです。出た。出た。また特定サーバー限定イベントだと思いますよ。はい、私、新しいイベント見たら速攻見るタイプなので、はい、その単語を見たことがないので、知らないやつです。ヘカテとか同盟、文明の衝突も今回来てないですし、アグロペもね、やっぱ来てないですというところで、
また新しいイベントがあるんですね。巨人の知恵神殿、バッカスのバー。もうなんかね、いろんなサーバーで違うことし始めるから、なんていうか、共通的な話題ができなかったりして困っちゃうよな。配信者泣かせなんだよな。はい、残念ながらですね、私の、イベントセンターには、今回は特にイベントがない、この星の女神のやつとかね、もうこれ課金専用だから関係ないよっていう感じだし、はい、いつもの、貿易商品イベントと、毎日モンハン、わーい。そうか、毎日モンハンいつも木曜が辛いんだけれども、火曜と水曜だけで済むから、バイキングでおしまいだわ。やったぜ。絶対全部取れる。わーい。あれそして私バイキング出したっけな。バイキング地獄はもうちょっとね、T14 を作るまではちょっと無理なので、ちょっと皆さん助けてもらわなきゃいけないから、早めに出さなきゃ。はい。えーっと、そうなんです。じゃあ、サーバーによってはあれですね、また忙しいんですね。宝探しイベントみたいな感じで違うな、先週のヘカテイベントにみたいに2日間限定のイベントとかが、もしかしたらサーバーによってはあるんですかね。はい、うちのサーバーはありません。いつも通り同盟ボスがあります。今は同盟ボスのタイミングでございます。はい、同盟ボスもね、そろそろ、私、3300、そろそろ嘘つきました。あと、4週、4週でもいかねえじゃねえか。はい、4週か。4週で、3、4、12、520増えて、そうですね、4週、あと4週でようやく、まだ今週やってないんで、再来週のさらにあと3週間後、3週間後にやっとね、文明装備がね、手に入りますということで、このね、フリーダムヒーローか高齢の固定、高齢シリーズ、どっちがね、ゲットできるかがわからなくて、今回、またみんな大好き文明ルーレットが来ているじゃないですか。ここでね、2日間限定だから、これしっかり皆さんやんないとダメですね。はい、この限定ラッキールーレット。はい、これで、20回スピンはね、皆さんいけると思うので、この制服のね、かけらがもらえますと。で、私、スフィンクスのイベントで運よく2個ですね、同盟のみんなの頑張りで制服のかけらをゲットできたんで、今29なので、今回のブーメンルーレットで確実に交換できますというところなんですけれども、同盟ボスで何を引くか。もし、高齢シリーズを引くことができたら、高齢シリーズのセットバフを有効にするために、高齢シリーズを引き換えたくて、はい、っていうのがね、制服たまるんですけど、ちょっとね、我慢して、この高齢シリーズが引けるか、フリーダムシリーズ引くか、はい、ここをね、結果を見てから、やりたいなと思ってます。はい。ということで、ちょっとね、このイベントカレンダーね、私間違ってしまってるので、これは直したいと思います。ということで、名称肖像画展は、これはね、いつもの1週間イベントですと。で、なんかしないけどね、この招待状が、このイベントバナーがない時もなんかもらえるっていうね、なんか謎の仕様に変わったので、前より集まりやすくなりましたね。非常に優しくて素晴らしいと思います。そういえば、全然話出してなかったけど、今日、皆さんバージョンアップしましたかね。このボタンがちょっと変わりましたね。ボタンも変わりましたし、あとは、一番大きな変更は、VIP ですね。UI の変更があって、VIP とかもね、ちょっとなんか画面が変わりましたね。なんか、なんていうか、あのエボに、最近、フォント大きくしますよね。文字大きくしてきてません？全体的に文字を大きくしたり、このボタンとかが、なんかはっきりするようにして、
なんというか、エボニープレイヤーの高齢化現象に配慮してるんですかね、これは。どういうことなんですかね。なんか、ボタンが大きくなったり、ちょっと前に文字が大きくなったり、はい、VIP もなんか変わったりと、表示はちょっと大きくなった気がするんですけど、この、私がなんかが一番気にするこのバフの効果が、一度で見える範囲が減ってるんで、いやもうこのプレミアムパッケージのゾーンとかいらねえんだよとか思うんですけれどもはい、ちょっとね、インターフェースが変わりましたね。利用時間延長とかいう新しいね、単語も変わってますが。はい、まあ、中身は変わってないけど、まあ、表示がね、変わりましたというところで、はい、謎のね、UI 変更がね、ここのところ続いていますね。なんだろう。はい、このお助けとかもね、ボタンがね、ちょっと大きくなりましたよね。なんか謎のグラデーションがついたりとかして、はい、なんでしょう。はい。あの、年齢層が高いからか、なんか謎の、謎の配慮が入ったような気がします。ヒドラに参加したい、バイキングに参加してもうた。月見さん、いにしえのサーバーから苦情が来たのだろうか。いにしえのサーバーだからといって、いる方の年齢が高いとは限らないですけど、でも、少なくともうちの同盟にもなんかもう60だよっていう方もいらっしゃったりとかしたので、はい、私自身もね、別に年齢隠してないですけど、まあ、よそじぐらいですので、年齢はね、高いんですよ。低くはないんです。少なくとも。なので、やっぱり、エボに多分ね、全体的に年齢層高いので、そこへの配慮なんじゃないかなってなんとなくね、思ってる今日この頃です。のんのさん、私のビッグプレイヤーも高齢の方多いです。モンスター共有してたらすごく感謝されて、エピック続集としてくれます。何それ、素晴らしい。素晴らしすぎる。いや、でも、いや、いいですよね。モンスターの座標を共有してくれる方、貴重なので。で、さらに、で、その頑張りに対してね、報いてくれるなんて非常に優しいですね。足中おじさんですか？いいな。月見さん、いやー、70代の方とかいますし、最近は孫の話してます、海外勢。いや、そうなんですよ。うちの、そういう方やっぱいますよね。うん。カムイさん、うちのサーバーには70代のご夫婦がいらっしゃいます。はい。ということで、皆さんの周りにも70代の方がいらっしゃるということなので、老眼の、方に配慮した、UI の変更ということが分かりました。マジでいや、まあいいことだと思いますけどね。見やすい方がいいと思いますし。いや、おもろいな。はい。私なんかは、スクロールしないで済むのが嬉しいなと思うんですけれども。まあまあまあ。いや、ただね、いや、まあ、年齢の高い方がいらっしゃるから、そこに配慮したというのはいいんですけど、そうだとしたら、このね、全部開けちゃうやつね、本当にやめてほしいよね。今回ね、私もミスをしまして、このラッキーカード、このギフトカードね、ちょっとしか合成しないつもりだったのに、連打しちゃってて、一番いらないラッキーボックス1をね、全開で交換しましたよね。はい。悲しかったです。ひどすぎる。いやー、そうなんですよ。年齢の高い方、ね、反射神経あたり判断が少しね、若い方に比べたら、ちょっと衰えてしまうかもしれませんと。だからこその老眼対策で文字を大きくしたと。すると、これ全部開くしようっていうのは、優しくないんじゃないですか。もうやめよう。もうやめよう。はい。エネゴリさん、うちの一番強い動画も50前後がメインみたいです。アメリカ、US。いやー、そう、やっぱり、50前後の方も多い。のんのさん、韓国エピック2個くれました。いいな。韓国っていうことは資源採集がはかどりますね。
杉さん、老眼対策すごいゲームだ。いや、本当ですよ。いや、でももうね、そうとしか思えない。そうとしか思えない、その文字が、大きくなったり、なんかボタンを大きくしてみたり、はい。もう、まあ、正しいですよね。どこからお金を搾取するかみたいなソシャゲはね、パチンコと変わらないってよく言われますからね。はい。はい。金を取る先としては正しいとは思うんですけれども。はい。ビッグたちのあれに巻き込まれたくないなと思いますがそりゃ金あるよ。もう金、もうなんか、太刀打ちできるわけないよ。カムイさん、中高年層が一番多そうですね。いや、そうだと思います。私の配信を見てくださってる方も、きっと年齢がそこまで遠くない方が多いんではなかろうか、みたいな風にね、勝手に思っていたりします。さて、ヒドラ参加したかったけど、まあ、足らんから、しゃーねーとしての、まだ帰ってきてなかったわ。はい、イベントのところの話を、していくと、あと、そう、同盟対決戦ですね。同盟対決戦があと9日でということで、今週あって、来週でまたね、ワンシーズンがおしまいになりますかね。今、バトル進行中だと思いますというところで、またね、イベント終わりになったら、このアイテムがね、リセットされますんで、もし、交換したいものがね、ある方、私はね、この宝蔵の巻の宝箱を交換してるんですけれども、交換したい、したいものがある方はね、忘れずに、このショップ更新カウントダウンの以内にね、交換をすると、まあ、次回リセットでまた交換ができますよと。で、そうじゃなくても、このね、対決コインは、ストックできる、消えないやつなので、はい、貯めるんだ。他のやつのために貯めてるんだっていう方はね、無理に使わなくても大丈夫かなというところですと。はい、うちは今ゴールドですかね。あ、もうこれもうマックスになっちゃったからこれやる必要ないんだよな。けど、なんとなくやっている。はい。こっちのイベント系はいつも通り、輝きの財宝、これね、貿易系イベントは今回2日間しかないので、皆さん気をつけてください。ものによってはね、厳しいものがあると思います。負傷者を出すとかはね、バイキングでわざと死ねばいいから別になんとかなると思うんですけれども、この資源のね、収集、これだけね、厳しい方もいると思うので、これはね、バフをうまく駆使して頑張っていただけたらと思います。いつも通り、島津を手に入れるか、それ以外の全部を手に入れるかっていうやつになってますと。で、大軍狩りですね。今回は火曜、水曜で終わるみたいなので、バイキング倒していたら、普通に全部終わるんじゃないかなっていう感じ。優しいですね。優しい世界。で、木曜からは、パーンがやってきます。木金でまたパーンがやってきますと。はい、木曜から資源の還元イベントが来るということですが、どうなんだろうな。なんか、通常よりイベント期間が長いから、何か特殊なイベントが来るのかもしれないなと思ったりしますが、どうなんだろう。カムイさん、うちのサーバーナンバー2の天井人は20代の女の子だけど、すげえ。天井人天井人、相当強そう。で、消費還元イベント、いつも通りゴールド、罠、研究となっていますということで、罠を上げるのはね、王の対決、戦力アップの時がおすすめですが、今回はね、2日間しかないので、まあ、無理にね、罠を作る必要もないかなと、特にコンスタとか参加する人はね、削られたりしちゃうので、あれなんですけれども、まあ、貴重なね、ゲットできる機会なんで、私は、鉄を消費しない通常罠を、たくさん作って、できればね、この一番下のところまで、はした資源かもしれないけれども、回収したいなと思ってます。研究ゴールドはいつも通り、前回予定、まあもうゴールドも終わっちゃったわ。はい、研究も明日にはクリア予定です。はい。で、騎士の試練はもう終わったからいいとして、製造達人中ですね。はい。
もう私は今回作る分はもう作り終えているので、今、15位ですけど、まあ、期間中に20位以内に入れればいいなっていうところです。もしね、21以降に落ちそうであれば、1個作ることで上がるようであれば、まあ、もう1個ぐらい作るかって感じなんですけど、もう交換ね、一通り交換したんですよ、欲しいやつ。はい、この秘宝ボックスとか戦術のやつとか。はい。このイベントだけですね、この素材実践箱を選ばない。だいたい、素材を取り返そうとするんですけど、他のやつが欲しくて優先してるっていうね。はい、製造達人イベントね、今日で、今日明日で終わりなのでお気をつけくださいっていうのと、金曜日から、これは多分さすがに金曜日からだと思いますね。木で。火水で終わって、木曜日が、どうなんだろう、木曜日から来るのかな。はい、製造達人の次は、おそらくスーパー強化が来ると思います。一回スキップされてしまったスーパー強化、せっかくね、パラスのなんちゃら、祈りみたいなやつで、2000ジェム安くなるぜっていうアイテム配り始めたのに、そっからスーパー強化が来ないっていうね、謎の、はい、1ヶ月スルーしたんで、さすがに今週でね、スーパー強化来ると思います。はい、強化をね、待ち望んでいた人は、まあ、やっと1ヶ月ぶりに来た強化のタイミングなんでね、来ると思われる強化のタイミングなんで、もし来たら、はい、装備を鍛え上げるといいのかと思いますと。で、文明ルーレットですね、無課金が文明装備を手に入れられる、イベントということで、今回も来ています。素晴らしいです。これね、文明ルーレットって、来たり来なかったりするんですよ。だいたい1回来る、1回休み、1回来る、1回休みみたいなね。なんか来る来ないが交互だった気がするんですけど、今回ね、2回連続で来ましたね。非常に嬉しいです。毎回来てほしいです。はい。いつも通り、最初の3回お得なので、はい。しっかり交換して、今回はね、期間中で、今12回でしょ。そうです。24回。明日も、24回回せての、で、25、50余るから、29回かな。多分29回スピンがね、できるかなと思います、最大で。この金貨のね、集めるやつ、モンスターの90個は多分みんな簡単だと思うんですけど、資源採集で1日10個回収できるんですよ。はい。今日時点で25個余ってれば OK です。私は今17個しかないので、1回以降差し支えがない。はい、25個余ってる。全部引いてたら5個余ってるっていうね、状態になるはずなんですけれども、それが足りないってことは多分資源採集がね、10個取れてないと思うので、はい、今回はね、25、25でぴったり5回引き切れるはずなので、しっかりタイル回収をね、していただけるといいのかなっていう感じがします。はい。ちゃんと2日間頑張れば、この制服のかけら2個は手に入りますんでね。ぜひ皆さん頑張りましょう。はい、そんなところですかね。はい、その他通常通り、ガウガメラがありますっていうのと、コンサのイベントですね、オールスターを目指している方は、頑張るタイミングかなと思います。戦力ランキング1000外って言われてる。こんな図だったっけ。はい、コンスタの、ボーダーラインは、多分1200位までで、多分オールスター、これのね、1200位まで、大陸ごとの1200位までが参加できると思うんですけど、おそらくボーダーとしては、毎回コンスタで1万ぐらい稼いでいると。なので4万ぐらいポイントを最終的に稼ぐと、なんとか1200円に入れるんじゃないかなと思われます。私はね、そんなに稼ぐことはできないので、あれなんですけれども、目指せる方はね、ぜひ目指していただきたいっていうところですね。はい、私は特に階級が出ない
ころです。1万も稼げんよな。はい、1万をね、稼げるようになるためには、やっぱりね、3B とか 4B とかになって、殴れる、ラリーを受けてもやられないっていうね、ところにならなきゃいけないので、あとね、半年後頑張ろうみたいな感じですかね。よいしょ。えーっと、月見さん、文明ルーレットも期間限定の将軍もめっきり当たらなくなりました。でもやるけど。期間限定将軍、私ももうしばらく取ってないな。まあ、当たんない。もうね、運ですよ。さっきもありましたけど、文明の旅さっきもじゃないや、ツイッターで見たのかな、文明の旅が、コインが11個で、あと1足りないで、ノートルダムが交換できなかったって方がね、いらっしゃって、わかる私もってなったんですけど、そう、文明の旅もね、コインが全然集まらなくて、8個違うな。10個ストックしてたけど、記念コインが今回1個しか当たんなくて11になって、結局ノートルダム今回も交換できませんでしたということで、ノートルダムせっかくね、来たのに、ナポレオンイベントがもう一回来ないとゲットできないのかなってちょっと悲しくなってるんですけれども、ナポレオンイベントもう一回来てくれるかな、どうなんだろうな。はい、ね、一発ツモで、新しい庭のアイテムをね、ゲットできてる方もいらっしゃるみたいなんで、私も一発ツモしてみたいなと思ってます。はい、理想の国もね、これね、3にあげたいんですよね。はい、このね、条件の1000ポイントが難しすぎる。はい。今回ね、ナポレオン法のやつで、この理想の国におけるね、アイテムがね、ゲットできたのね、非常に嬉しかったけれど。はい、そんなところで、まあ、今週のところはそんな感じで、今週はキルイベントのターンなので、キルイベントがある同盟、サーバーの方はお気をつけください。で、まあ、木曜からですね、ジェムと資源の消費還元イベントが来ると思われますっていうのと、あと、真珠スケールのイベントが来ますと。で、もうキメラが出てから、しばらく経ったので、また新しい真珠が出るんじゃないかなと。残念ながらまた新しい真珠来るんじゃないかなって思ってます。まあ、私ね、真珠スケールは貯めていた459あるんで、新しい真珠が来ても速攻交換するぜって思ってはいるんですけれども、はい、できればね、真珠出ずに、真珠のね、品質を上げるためのこの石血の精髄、これをね、交換させてくれると嬉しいんですけれども、はい。ちょっとね、どうなるかっていうところですね。はい、ということで、まあ、真珠スケール、おそらく、また、真珠スケールイベントは、まあ、確実に来ますと。新しい真珠が出るかもしれません。もし出なかったらラッキー。はい。まだね、アンロックしてないものがある方は、急いでね、新しい真珠が出る前に確保した方がいいかなと思います。でも、十中八九新しい真珠来るかなって思ってます。はい。こう言っとくとね、外れると嬉しいんで、はい。そんな感じです。あとは、まあ、おそらく順番的にマヤが来ると思います。またね、マヤのイベントが来ると思いますので、まあ、以前ね、マヤのイベント解説していた通りなので、マヤのイベントが来たら、マヤはね、リセマラゲーなので、ひたすらリセットしてポイントランキングを狙っている方はひたすらリセット頑張ってくださいというところ。あとは蛮族が来るかなという感じですね。って言ってるんですけれども、木曜から新しい長期イベント開始って珍しいので、もしかしたらもう全然関係なくて違うコラボが来るなんてこともあるかもしれないと思ったりしますが、さすがにね、ナポレオンに続いて速攻別のコラボイベントではないとは思うんで、はい、きっと通常進行だと思います。
このスケジュール調整何なんだろうな。その2月がウルードしたから調整するっていうのは、どっかであるかもしれないなとは思ったけど、いや、でもな、なんかちょっと不思議なズレですね。もしかしたら、ワンチャン5日間かもしれないですね。過去にもあったんですけど、長期イベントと見せかけて5日間だけ。で、その時ね、前の時はね、ピラミッドだったんですよね。ピラミッドが5日間で、ピラミッドは、気合い入れれば1日で、あの終わる人もいたりするぐらいのあれなんですけど、蛮族もな、T14 が大量にあれば、数日で終わるけど、私5日間多分厳しいんだよな。はい、もしかしたら、ワンチャン、今回の、長期イ2日間で目標始まりになるのは、期間が短い可能性がありますね。木、金、土、日、月で、イベント5日間で3日休んで、また金曜日からイベントが始まる。で、もしそういう進行になるんだとすると、スピードアップと資源のダブル還元がもしかしたら来るのかな、なんだろうなっていう感じですかね。はい。ということで、ちょっとね、木曜日のリセット何があるか気になりますね。楽しみですね。木曜日にリセットが来て、だいぶ、なんだろう。これは配信で喋っとこうみたいなことがあれば、ちょっと土曜日にね、エボニー配信できたらなと思ってます。あれ、土曜日なんか予定あったっけ？予定なかったと思う。はい。あのもしね、予測が当たってしまって5日間みたいなイベントだとしたら、来週の火曜日じゃ手遅れってなっちゃうんで、その場合はね、土曜日にまたエボニー配信をするかもしれません。しないかもしれません。はい。月見さん、あれ、年中。そう。中国の春節と合わせた、年中がね、毎年っていうか私、去年しか経験してないんですけど、去年は少なくともそれが来ていて、今年も来ると思ってたのに来なかったんですよ。だから年中イベントのために、5日間だけね、年中タイミングを出すかもしれないなっていうのはちょっとありますよね。はい。いや、年中はね、良かったんですよ。キングギドラとかと同じで、あとパンプキンもそうかな、年中もそうだったんですけど、こいつボスモンスターのくせに、めっちゃ名声を落とすんですよ。大体このイベントモンスター、イベントボスって、名声50しか落とさないんですけど、こいつ名声400とか落とすんですよね。はい。マジでね、あの、大好きなんですけど、大好きって言ってもね、別に、強い方はみんな別に、みんな狩るから、差が縮まることはないんですけど、で、私、ボスラリー、多分、まあまあ、参加する方なので、それでもね、下の方から追いつかれることは、避けられる。私が伸ばせる機会なので、そう、名声がね、多いイベントボス出てくるタイミングですごく貴重で大好きなんですけど、だから年中ね、すげえ待っていて、運営がね、次のイベントは何が来るでしょうみたいなやつにも全部年中って答えるようにしてるんですけど、あの、今年来てないんで、はい、もしかしたらワンチャン木曜日から、あれちょっと待って、春節っていつからだ？今ちょっとパッと調べようかな。ワンチャンあるんじゃない？あ、ワンチャンあるな。中国の春節2月10日土曜日ってなってる。今週だわ。中国の春節はいつからいつまでですか？ 2 月10日から2月17日までの8連休。なるほどね。あれってなると、年中イベントが、次から始まって、で、金曜、普通に2週間ある気がするな。5日間じゃないかもしれん。あ、なんか、バイキンググランドチーフが出てる。やった。参加しよう。
お、じゃあ O に参加できる。あ、これね、あれ、ワンチャンあるな。関連者の延べ90億人人。そう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 。よくね、春節で一気に旅行で、来て買い占めうんちゃらみたいなのがね、なんかニュースで出たりとかしてますけれども。はい。そっか、今年2月10日ね。あ、じゃあ全然あんじゃん。はい。ということで、月見さん、ナイスコメントありがとうございます。そうですね、年中イベント、ちょっと諦めかけてましたけど、なんとなく2月の第1週のイメージがあったんですけど、2週か、今年。はい、もしかしたら春節イベントが来るかもしれません。えで、まあ、それと合わせての5日間かなと思ったけど、普通にいつも通り2週間かもしれないですね。それならそれで、資源還元の、イベントのタイミングがね、増えることはね、非常に嬉しいというか、戦力アップか、建設が、木曜日に来てくれると嬉しいな。うん、ということは、明日戦力アップじゃなくてもいいな。少しでも早く兵士をアップグレードしたい。早く T14 兵にしたい。はい。まあ、そんなところで。いろいろずっと延々と喋っていたら、もうこんな時間になってしまったので、そろそろおしまいにしようかなというところ。それではですね、今回の、よいしょ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。助けを呼ばないといけない。助けてくれ。ほい。今日の、配信としてはね、はい、真田幸村最高という配信でした。はい、真田幸村。はい、が限界突破して、スタミナが10%ダウン、モンスターダブルドロップ率10%アップっていう、非常に素晴らしいスキルが、追加されました。ただ、このスキルは補佐官だと発揮しない、メインにつけてないと発揮しないんで皆さん気をつけてねと。で、メインでせっかく使うんだとしたら装備を充実させた方が、より良いですよと。特に勇気のドラゴンリング、モンスターダブルドロップが上がるのでマストですね。はい。で、運のスキルはつけない方がいいです。サブ将軍で、メインスキルが運を持っているバイバルスとかクレオパトラと組み合わせた方がダブルドロップ率が上がるので、そういう使い方がおすすめかなと思います。今ね、持ってなくても、いずれ持つかもしれないので、真田幸村にわざわざ運のスキルをつける必要はないんじゃないかなと思っています。はい。っていうところです。はい。私のおすすめとしては、途中でね、お話をした通り、真田幸村と、ナサニエル、グリーン、もしくは真田幸村とバイバルス、この組み合わせがね、最高だと思っています。私はスタミナ抑えたい勢なので、スタミナがね、もうこの潤沢に溜まるまでは、上のね、ナサニエル・グリーンとの組み合わせで使っていこうと思っています。はい。で、真田幸村の集め方は、酒場から出るのもそうなんですけど、遺跡からも出てくるので、はい、遺跡ね、もしあまりやってないっていう方は、遺跡にはね、いいものがたくさん埋まってますので、ぜひ、遺跡に参加して、真田幸村集めるといいんじゃないかなって思います。はい、酒場でね、出てきたらもう優先的に採用しましょう。はい。で、あとはね、イベントのところを話をしていきました。モンチさんがね、教えてくださった通り、なんと、今回はね、このイベントの狭間、長期イベントの狭間が2日間で終わります。輝きの財宝とかいつもよりちょっと大変なので、皆さんお気をつけください。はい。逆に大軍狩りはね、バイキング期間で終わるので非常に簡単になってます。で、サーバーによっては特別なイベントがあるみたいなので、頑張ってください。うちのサーバーは特になんもない2日間です。はい。ちょっとお休みしようと思ってます。はい。で、消費還元イベントもね、2日間しかないので、まあ、比較的研究やゴールドは解決しやすいと思うので、
このね、期間だけ気をつけて頑張りましょうということと、文明ルーレット。これもね、今回2日間ということなので、端数が出ないです。しっかり毎日100個、貴族コイン集めて、最大限ね、ルーレット回せるといいんじゃないかなと思います。はい。そんなところで、今週ね、長期イベントの内容次第では土曜日にもしかしたら配信をするかもしれません。その時にはね、また、Twitter でお知らせしようと思いますので、Twitter とか、あとは、チャンネル登録でね、通知オンとかにしていただけると、スケジュール登録した時に、気づけるかなと思いますので、ただ私ね、エボニー以外にもいろんなゲームやっているので、エボニーだけ知りたいよっていう方はね、通知をつけずに、YouTube 開いたときに、やってそうだなっていうのをね、ご覧いただけるといいのかなと。基本的には、火曜日、定例と、土曜日に、もしかしたらやるかもな、ぐらいに思っておいてもらえればと思います。はい、そんなところで、よいしょ。はい、今週も、ありがとうございました。はい、皆さんのコメントでね、話す話題が増えて非常に助かります。また、今週の土曜、もしくは来週の火曜日にまた配信をしますので、よかったらご覧いただけたらと思います。でね、リアルタイムで参加できない方もね、通常のコメント欄とかでもコメントしていただければ、また次の機会とかに反応したりとすると思いますので、よかったらどうぞ。そんなところで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけますと幸いです。また来週、もしくは今週の土曜日お会いしましょう。お疲れ様でした。おやすみなさい。